こんにちは、トバログです。今回もですね、最近買ってよかったものと、最近ね、ちょっと手放しちゃったなっていうものを紹介していこうと思います。最近結構ね、だんだんあったかくなってきて、なんかね、気持ちが上がって結構ガジェットをね、新しいもの買っちゃったりとか、あと生活必需品系でもね、なかなか今まで揃えてなかったものとかを、ちょっと新調したりもしたので、ぜひね、最後までチェックしていってください。概要欄とか、あとね、ここのバーがあると思うんですけど、そのね、目次から飛べるようになっています。それでは行ってみましょう。はい、まずはこちらですね。CIO のスマートコビープロプラグっていう、ここにね、コンセント機能が備わったモバイルバッテリーですね。これ系のモバイルバッテリー、個人的にめちゃくちゃ好きで、今までね、いろいろなものを買ってきたんですけど、やっとね、1万ミリ級で、しかもデザインが可愛らしい、コンパクトなものが出たので、こちらを購入しています。今まではね、5000mAh のやつを使ってきたんですけど、これはね、倍の1万というところで、パワーもね、30W まで給電できるので、今までね、AC アダプターとこういうね、プラグ系のモバイルバッテリー2個持ち合わせていたのを1つにまとめることができた形となります。CIO のやつって今まであんまり使ってこなかったんですけど、これはね、デザイン的に結構好きですね。プラグもなんか折りたたみで収まりがいいし、このね、真四角の形状もそうなんですけど、このプラスチックの素材感、この分かりますかね、この触ってカサカサするようなマットな質感がすごい好きですね。ちょっとね、ロゴがギラついてるのは気になるんですけど、こうやって見てみるとタイプ C とタイプ A 両方使えます。バッテリー容量確認はここがね、一応こんな感じで光りますね。で、最大ね 30W まで給電できるので、iPhone はもちろん M1 の MacBook Air とか iPad Pro とかそういうのもね、これ1台で充電できるのがかなり嬉しいところです。これ系ってちょっと前まではね、5000mAh のものしかなかったんで、ちょっとね、容量的に iPhone をフル充電するのはきついなっていうところがあったんですけど、1万ミリ搭載してたらね、1日使う分には全然問題ないので、そういった意味でも使いやすいアイテムかなって思ってます。ちょっとね、価格が7000円と高いところが難点ではあるんですけど、基本的にね、セールの時だと5000円ぐらいになるので、そのタイミングで購入するのが良さそうですね。僕が普段使っているガジェットポーチにもこうやってね、スッと収めることができます。このサイズ感すごくいいな。ちなみに重さは結構重くて、これで 265g っていうところですね。結構本体が重いので、こうやってね、壁に刺した時にポロって落ちちゃうんじゃないかっていう心配はあったんですけど、今のところその心配は少なそうですね。なんかここが結構きつめにできてて、ちゃんとね、グイって引っ張らないと取れないぐらい硬い構造になっています。個体差があるかもしれないんですけど、その辺はちゃんと考えられて設計している気がします。最近はスマホのバッテリーもね、結構持つようになってきたんで、こういうモバイルバッテリーそこまでね、毎日持ち歩く必要はないと思うんですけど、やっぱりね、1個手元にあると安心感が違うので、もしね、気になる人はチェックしてみてください。はい、続いて購入したもの、こちらね、動画ですでに紹介しているんですけど、 GPD Win4 ですね。これ見た目はね、 PSP とか PS Vita みたいなゲーム機っぽい感じがあると思うんですけど、なんとね、ジャキッと普通にパソコンとして使える、いわゆるハンドヘルドの PC なんですよ。これすごくないですか？確かね、去年ぐらいにこういう端末開発してますっていう情報が出て、その時からうわ、めちゃくちゃ欲しいって思ってて、やっとね、一般発売されて予約注文していたものが手元に届いた感じです。めちゃくちゃかっこよくないですか？これちょっとね、詳しくは前の動画見てほしいんですけど、ディスプレイもね、フル HD 液晶ながら、6インチでめっちゃ高精細なんですよね。で、ここにね、ジョイスティックとかボタンとかゲームみたいに操作できるのがついていて、このトラックボールをこう握って操作する感覚で、ここでね、カチカチと GPD Win4 最高なのが、ここにね、物理キーボードを搭載してるんですよね。これ普通にポチ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 押すことができて、簡単なね、メールの入力とか、スラックの返信とか、そういうのであれば全然問題なく行えるっていうやつです。最高すぎる。実は僕の場合は自分でね、スキンシールを貼っているので、本当にね、本体色真っ白っていう感じなんですけど、本当はね、白黒っぽいところですね。ちょっとね、スキンシール剥がれてきちゃってますね。これのね、すごいところは、こういうね、変態さだけじゃなくて、スペックもそれなりに高いっていうところですね。一応ね、ベンチマークも前測ってみたんですけど、M2 の MacBook Air と同等か、ちょっ
とだけ劣るぐらいかなっていうところで、かなり普段のね作業にも使えるぐらいのスペックを搭載しています。さすがにねテキストワークとか普通の仕事をこれでするっていうのは難しいんですけど、例えばね動画のカット編集とか、あと3D データをここにね SSD とかを挿して、それでね読み込んでグリグリ動かすとか、そういう移動中の作業的なところは全然使えるかなと思います。でもちろんね Windows 搭載してるんで Steam からね PC ゲームを遊ぶことができるんですよ。でこれが結構すごくて、ホグワーツレガシーも一応ね設定は最低なんですけど、ぬるぬる動くし、あとモンハンもね結構こんな感じでグリグリと動かすことができるので、基本的に電車とかカフェ、ベッド、リビングみたいなところで PC ゲームを手軽に遊ぶっていう目的で、かなりねいいデバイスかなと思います。これはね買ってよかったですね。画面は小さいんでね、例えばこういう AR グラスとセットで使ったり、あとは最近ねこういうコンパクトな VR ゴーグル買ったんですけど、これをね装着して一応ね軽い VR ゲームとか VR チャットとかも行うことができます。本当にバイオタイプ P とかバイオタイプ U みたいな感じで、ポケットとかバッグにね気軽に入れて持ち運べる Windows としてはかなり面白いアイテムだと思うので、気になった人はねぜひちょっと前に動画をアップしてるので見てみてください。はい、という流れで今紹介したこちらのね VR ゴーグルも最近購入したものです。 HTC の Vive XR Elite っていう、本当にねコンパクトというか、もうスキーのゴーグルみたいな感じの VR ヘッドセットです。これすごくないですか？このサイズで収まるの。本当にね装着感軽くて、スキーのゴーグルとかシュノーケリングのね顔につけるやつとか、そういうのをつけてる感覚で VR ができるっていうやつなんですよ。さっきねチラ見せしたエンリアルエアとかって、これ自体はねディスプレイみたいな感じなんですけど、こっちのね Vive XR Elite は本当にスタンドアローンで、これ単体で使える VR ゴーグルでして、この中にねチップとかを搭載していて、単体でも普通に使えるし、PC とね接続して重たい PC ゲームとか、VR ゲームで遊ぶっていうこともできる、本当にね変態的なデバイスですね。でこの状態、メガネ型の状態だと、バッテリーが中に入っていないので有線接続して電源供給をしながら使うっていう感じなんですけど、装着感はねめちゃくちゃ軽いですね。でこの柄の部分をちょっとね外して、よいしょ。でこのねバッテリーモジュールをこうやって装着すると、いわゆる普通のね VR ゴーグル VR ヘッドセットみたいな感じで使うことができます。さっきはねメガネみたいにかけるだけだったんですけど、こういう風にするとこれでねゲームとかを楽しんだり激しい動きとかもできるようになるっていう感じですね。そういうね用途に応じていろいろな形に変えられるのがこのゴーグルの魅力ですね。ただ正直なところ僕はね実際あんまり使っていません。っていうのもクエストプロとかピコ4に入ってる液晶ディスプレイってめちゃくちゃ鮮やかでコントラスト高くて最高にね気持ちよく見られるんですけど、この中のやつはなんかちょっと一昔前の液晶っていう感じがしちゃって、使い方はねすごい面白いんですけど、結果的にね体験を楽しむならこのクエストプロでいいじゃんっていう感じで、今のところはねクエストプロを多用しているってところです。あとはまだこっちのね HTC 独自のアプリケーションもあんまり発達していなくて、現状はね最適な体験をするならやっぱりこっちってなっちゃってますね。ただこれに関してはね持ち運びはかなりしやすいので、例えばねさっき紹介した GPD Beam4 と接続して、PCVR をね簡単に楽しむとか、そういうねいつでも使えるみたいな用途だとかなりコンパクトに持ち運べるので、そういう使い方かなっていうところですね。これに関しては一応ねちょっとずつ動画を撮っているところでもあるので、気が向いたらね詳しく紹介していきたいと思います。はい、続いて紹介するのがストッケっていうノルウェーのメーカーが販売しているトリップトラップっていう子供用のチェアですね。結構ねアクタスとかでも取り扱われていて、子供用の椅子としては定番なので見たことある人も多いかなと思うんですけど、我が家はね割と北欧系の家具で揃えたいっていうのがありまして、できるだけね長く使う、見た目もよく使いたいっていうところでこちらを選んでいます。厳密に言うとストッケはねノルウェーの会社で、こっちのね椅子とかテーブルがデンマークの会社なので、日本と韓国みたいな感じでちょっとね離れてはいるんですけども、デザインのね方向性としてはなんかこう統一感があっていいんじゃないかなというところでこちらを選んでいますね。
このねトリップトラップは1972年にピーター・オブスウィックさんっていう人がデザインしたらしくて、それ以来ね結構似たような形状の椅子とかよく見かけるんですけども、こちらがね一応オフィシャルのものですね。子供用の椅子って結構選ぶの難しくて、前はねここに取り付けるタイプを使ってたんですけど、子供はこうちょっとねジャンプしたりするとこうねなんかテーブルがガタガタ歪んじゃったりとかいう問題もあったし、意外とこういう雰囲気に合わせる椅子って選ぶのが難しいんですよね。 IKEA とかでもそんなに数がないし、どうしようかなと思ってたところ、やっぱり定番のこれがいいんじゃないかというところで最終的にこれに落ち着きました。このね椅子の高さを結構ね多段階に変えられるっていうのもあるし、結構頑丈な作りなので割とね長く使えるんですね。前にテレビのなんか番組で見た時に高校生がこの椅子に座ってたりして、そんなに長く使えるんかっていうところもあって購入に至ったっていう感じです。すごいね小さい頃はここにねアタッチメントをつけるんですが、1歳半とか2歳ぐらいからはそのままねここに自分で脚立みたいに登ったり降りたりもできるので、そういう点でもね結構買ってよかったなと思います。で保証もね7年ぐらいあるので、ちょっとしたところがね壊れてしまってもまた直して使えそうかなっていうところも魅力ですね。その辺はやっぱりこういうちゃんとした家具メーカーだと保証が手厚いので、そこも安心感ではあります。はい、続いて購入したものはガジェットじゃなくてね、これは実は飲み物、クラフトコーラなんですけど、これめちゃくちゃ美味しすぎて何回も本当にリピートしているので、この動画で紹介しようと思います。これはね、大阪の心斎橋にあるチョイスっていうバーが開発している、クラフトコーラらしいんですけど、もともとはね、このちっちゃいサイズを確かね、蔦屋書店とかで購入して飲んでたんですよ。最近ね、作業の時間はなんか糖分も欲しいし、だけどねちょっと刺激が欲しいっていうところでクラフトコーラをねよく飲んでいて、それこそいろいろな種類のクラフトコーラ飲み比べてたんですけど、このコーラが本当にスパイシーかつ苦味もあって最高でしたね。もう何回もリピートさせてもらっています。コーラの飲みとかは使ってないと思うんですけど、一応ね14種類の天然の、スパイスとかハーブとかを使って、着色料とか添加物を一切使用せずに作ったみたいですね。そういうところはね個人的にはあんまり重視してないんですけど、なんかね柑橘というかグレープフルーツとかを使ってるみたいで、その苦味がかなりアクセントになってめちゃくちゃ美味しいですね。1杯あたりだいたい 3,400 円なんで、普通のねコーラと比べるとかなり高いんですけど、やっぱりね自宅で作業している時のご褒美的な感じで飲むのが最高ですね。ちなみにこれは 700ml 入った業務用のやつです。かなり美味しい。これも美味しいんですけど、最近ね購入したこのジンジャーエールの素もめちゃくちゃ美味しいですね。本当にスパイシーだし、なんかね味のベースは結構このコーラにちょっと近い感じなんですけど、苦味がかなりあって、苦味もありつつそのスパイシーさと香りさがね絶妙に絡み合って、しかもちゃんと甘いみたいな。最初ねコーラと間違ってジンジャーエール注文して、失敗したなって思ったんですけど、ぶっちゃけコーラよりも最近はジンジャーエールにハマってたりします。こういうね食品系って結構好き嫌いは分かれると思うんですけど、ちょっとね苦味の強いお酒、カンパリとかそういうのが好きな人にとってはねめちゃくちゃハマるコーラだと思うので、ぜひねチェックしてみてください。はい、続いてはねこれからの季節めちゃくちゃ重宝しそうな折りたたみできるクーラーバッグを購入しました。これ良くないですか？このサイズ感でこのねコンパクトさ、なんかガジェットポーチかなっていう感じなんですけど、ちゃんとね開くとクーラーボックス的な感じになるやつです。これ普通にビバホームで購入したんですけど、キャプテンスタックっていうやつのスーパーコールドクーラーバッグ12リットルっていうものですね。表面がねちょっと硬めのポリエチレン素材でできていて、内側にねちょっと断熱仕様のクッション材みたいなのが入ってるって感じです。ちょっと前にね無印良品の新製品発表会に行ってきて、その時にね実は無印良品がこういう感じのクーラーバッグ出すっていうのを言ってたんですけど、ちょっとね春になっても発売されてなかったのでどうしようかなと思ってたところ、同じようなものを見つけたのでこれをね購入したっていうわけですね。いや最近ね車移動することも多くて、割と麦茶とかちょっとねチルアウトとかレッドブルとかそういう飲み物をね入れていくんですけど、そういう飲み物をねキンキンな状態でいつでも楽しみたいという用途で購入した感じですね。でここをこうやって開けてグイッとよいしょ、
ここをグイッとこう開くと内側にちょっとしたポケットとこの断熱のねカバーがついてるって感じですね。500ml のねビールの缶がちょうど同じぐらいの高さで収まるかなってところです。なのでねちょっと 500ml のペットボトルとかだと高さが若干低いので、こうやって横にして持ち歩く感じになりそうですね。こういうのとか、あと保冷剤を入れれば結構ね長時間の移動でもかなりね冷え冷えにしてくれる感じがあるかなと思います。本当にねがっつりとキャンプとかで使うっていうよりかは家族で車移動をしつつ水分補給用の飲み物を入れておくっていう用途にちょうど良さそうな感じですかね。こういうね保冷バッグって結構ねこれからの季節重宝するものだとは思うんですけど、割とねかさばったりとか、あとデザイン的にちょっとねなんかレジャーすぎないみたいなのがあったり、ちょっとね悩みどころなんですけど、見た目的にもこれ折りたたまる形状的にも機能性的にも割と必要十分な感じがあるので、一旦ね我が家はこれでドライブとかに行きたいと思います。ゴールデンウィーク前にね紹介すればよかったですね。はい、続いてはねガジェット風に紹介するんですけど、しゃもじですね。お米をすくうしゃもじなんですが、これめちゃくちゃ感動しました。いや、しゃもじなんて何でも一緒だろうと思ってたんですけど、これね先端が本当に細いんですよね。この先っちょがすんごい薄いんで、ご飯炊き終わった後にこうやってね混ぜるじゃないですか、炊飯器の中を。その時に本当にびっくりするぐらいサクサクと、まるでバターをねこうすくってるかのようにね、本当にシャリ切りがしやすいしゃもじですね。これね極しゃもじホワイトっていうやつで、奥さんがねオイシックスで購入してくれたものなんですけども、あまりに感動してしまったためこの動画でも紹介させてもらってます。最近ねガジェットで感動するっていうのが少なくなってきたんですけど、いやまさかしゃもじで感動するとはっていうところです。でここにね突起もついているので、こうやって置いた時にこの先っちょがね触れないんですよね、地面に。なのでご飯粒がちょっとこうついてしまったとしてもこうね地面にはつかない、ちょっと浮く形状をしているので、こうやって気軽にねキッチンの端っこに置いておけるのもかなりいいポイントです。価格はね500円ぐらいで、普通のしゃもじと比べると若干高めだとは思うんですけど、ちょっとしたガジェットを買うよりはね明らかに感動の度合いが違うので、頻繁にね家でお米を炊く人はガジェットだと思ってチェックしてもいいかもしれません。はい、続いては毎月恒例の最近購入して良かった本のコーナーです。今回購入したのがザ・エキシビジョンデザインアルバムっていう、これねちょっとニッチすぎるかもしれないんですけど、こういうね展示会場を展示する際にどういう風にレイアウトを考えるかとか、構成ストーリーを考えるか、見せ方を考えるかを、そういうのを写真とイラスト、あとメモ書きとかでねいろいろ教えてくれるものですね。この本は主に東京大学総合研究博物館の展示スペースをいろいろなね展示物に合わせて、そういう風にレイアウトを考えたりとか、どういう考え方をしながら作っているのかっていうのをね紹介してくれてるものなんですけど、そこの特任教授をされている高恒夫さんっていう方が書いている本ですね。なんでトバログがこういう展示スペースの本に興味があるんだっていうところで言うと、最近ね結構 VR とかでブレンダーを用いてね VR 空間のスペースを構築するっていうのをハマっていろいろねやったりしてるんですけど、どうにもねアイデアが浮かばないというか、例えばね一つのものを紹介したいとして、それをね見せるためにどういうストーリーを経てどういうね流れで見せていったらいいのか、どのぐらいの広さがあるといいのか、どういう情報がユーザーは求めているのかみたいなのって、素人だと分かんないんですよね。でそれでねいろいろ本屋さん巡ってた時にこれを見つけて、こういうね手書きのスケッチとか、これはこういうものだからこういう展示の仕方がベストだろうとか、そういうのをねちゃんとメモとしてまとめてくれている本なんですよ。割とね美術館とか博物館の本って建造物は誰が作ったのかとか、そういうね方向に目が行きがちなんですけど、これに関しては例えば YouTube で言うとその企画構成を考える、撮影の仕方はどういう風にするみたいな、そういうね実際に作り手側に立っていろいろと情報を教えてくれているので、今回ねこれは本当に買ってよかったなと思っています。これを参考に今ねいくつかモデリングしていたりします。
はい、買ったものもあればもちろんね手放すものもあるというわけで、最近ね手放したガジェットなんですけど、こちらですね。DJI のスマホジンバル、ちょっと前に購入したものなんですけど、これはねちょっと手放しちゃいましたね。こういうねスマホジンバルって結構ね、スマホを買い替えたタイミングとかだとよっしゃスマホで Vlog 撮るぜっていうね感情になるんですけど、いざ Vlog を撮ろうとすると割とねGoPro みたいにちっちゃいやつとか DJI Pocket 2みたいにねこうポケットにすぐ入れてすぐ取り出せるみたいなものを優先して使っちゃうんですよね。もしくはちゃんとねがっつり使いたいなら、カメラを持っていくし、そういう意味でちょっとねスマホジンバル実はあんまり使わないなっていうところで、今回手放しちゃいました。というか弟にねあげちゃいました。いや結構ね物自体は良くて、僕が使ってたやつは DJI のね OM3 だったかな、2世代前ぐらいのやつなんですけど、普通にね筐体のデザインもいいし、あとスマホにねこうカシャって取り付けられるアタッチメントがあって、それをね取り外せば普通にスマホジンバルとスマホを別々に持ち歩ける。で使いたい時はカチャって取り付けて、で伸ばせばね自撮り棒みたいにしてこうやって動画が撮れるっていうのがあったんですけど、最近ね手ぶれに関しては結構スマートフォン進化していて、もう本当にこれでこう手で持ってるだけでもこんな走ったりとかしなければ普通に安定してるし、動画をね撮って編集するならパソコンでやるから、SD カードとかが入るカメラで撮った方がいいっていうのはねあったりするんですけど、普通にちょっとね手軽にファミリー Vlog とか家族とねどっかに旅行に行く、友達と旅行に行くでスマホで編集して、シェアするみたいな、そういう用途だと、スマートフォンで完結するのが一番ベストだとは思うので、そういうね家族共有とかスマートフォンだけで完結するコンテンツを作るっていう人にとってはかなりね最適なアイテムかなと思います。一応ね縦画面でも撮影できるので TikTok とかインスタストーリーズをメインでね活用してるインフルエンサーとかにはいいのかなって感じですね。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひね気になったものがあれば概要欄にリンクも貼っておくのでチェックしてみてください。それでは今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。次の動画でお会いしましょう。とばログでした。